こんにちは、めぐです。乳がんと食事ってなかなかタブーな話題だと思うんですけど、食生活について気をつけていることはありますか？食生活で意識して食べているものや食べるのをやめたものはありますか？食べるのを避けているものとか、無添加に変えたとかあるでしょうか？乳製品は食べますかなどなど、食事についてのご質問をいただくことがあるので、私の考えをお伝えしていきたいと思います。私はデータが好きな人間なので、エビデンスがないものは正直信じない人間です。専門学校の時に乳がんについて調べた時も思ったんですけど、乳がんについてネットで調べると食事のことが必ず出てきます。小麦がダメ、乳製品がダメ、大豆製品がダメ、お肉がダメ、糖質がダメ、白米がダメ、農薬がダメ、ビタミンがいい、水素水がいい。いろいろと情報があると思うんですけど、実はどれもちゃんとしたエビデンスがあるわけではないですし、主治医からも何か控えるようには言われていないので、私は何も制限はしていないですし、あえて何かをたくさん摂取してはいないです。がんというのはもともと遺伝子異常の病気になります。極端なことをすると正常な細胞に傷がつきやすいと言われていて、傷というのは遺伝子異常なので、それが癌につながることが研究では分かっているため、私は極端に何かを制限したり、何かを多く摂取することはないです。よく〇〇はダメという記事だったり本を見かけると思うんですけど、あれは不安を煽って読ませる手法なだけで、必ずしも事実ではないので、食事に関してはそこまで深く考えなくていいと思っています。もちろん患者側からするとできることをしたいから食事を気にするんだと思うんですけど、例えば乳製品を一切食べなくなった方でも再発するときは再発しますし、乳製品を毎日食べていても癌にならない人もたくさんいます。食事を含めた生活習慣が癌に影響するのは微々たるものだと考えられていて、食事のせいで癌になる可能性は証明するほどのデータがないというのが現状です。じゃあ私が何をしているかというと、癌治療に必要とされる体力、気力、筋肉のための食事を意識していて、バランスのいい食事を心がけています。単品の食事は一切やめました。カップラーメンだけとか、パスタだけとか、丼物だけとか、そういうのはやめて、いわゆる主菜と副菜をちゃんと食べています。実際にどんなものを食べているのか知りたい。そんなメッセージもいただいたので、私が実際に食べている食事もシェアしていきます。最近朝はお腹が空かないので食べないんですけど、仕事がある日はお昼休憩が30分しかないので、だいたいスーパーで何か買って食べます。おにぎり2つとサラダ。野菜入りトルティーヤとサラダ。アボカドトーストとバナナとヨーグルト。おにぎり1つの時は春雨スープとサラダも合わせて。またまた野菜入りトルティーヤとサラダ。おにぎり1つと生春巻き。それから夜ご飯の残りの長崎揚げ。休みの日は簡単に作ります。白いご飯は入院していた時に病院食で出されていたのが 170g で、それくらいは食べていいと言われているんですけど、気持ち少なめにして 150g にしています。これは体重を増やさないためにしていることです。ハンバーグと夜ご飯の残りの酢豚、お豆腐にキムチ、白いご飯 150g とお味噌汁。混ぜるだけの明太子スパゲッティとサラダ。ピザパンとハム、チーズ、卵入りのライスペーパー巻き、それからヨーグルト。煮込みハンバーグとキムチと納豆。マカロニとスパゲッティサラダ。白いご飯 150g とお味噌汁。ハムとチーズ入りのホットサンド。夜ご飯の残り物のチキン、ブロッコリー、椎茸の炒め物。それからキムチ。納豆とキムチとサラダ。お豆腐と卵かけご飯 150g。夜も夜中に過食をしないためにも私はしっかりと食べるようにしています。焼きうどんとキャベツと昆布の和え物。レンコンとブロッコリーのサラダ。とんかつに生野菜。レンコンサラダとマカロニサラダ。それから白いご飯 150g。エビチリとナムル。ひじきと白いご飯 150g。豚肉とオクラと人参巻き。ちくわとピーマン炒め。切り干し大根にキムチ。白いご飯 150g にお味噌汁。片焼きそばにシューマイ。それからサラダ。長崎揚げと高野豆腐。キムチと納豆と人参と卵の炒め物。それから白いご飯 150g。鮭、えのき、舞茸、しめじの包み焼き。厚揚げとレタスのサラダ。キムチと納豆。それから白いご飯 150g。豚肉とポン酢炒め。レンコンとブロッコリーのサラダ。レタス、キュウリ、トマト、コーンのサラダ。それから白いご飯 150g。お刺身と肉じゃが。レンコンとブロッコリーのサラダ。ちくわとピーマン炒め。キムチに白いご飯 150g。基本的には和食が中心なんですけど、パンも麺も好きなので全然食べます。食べ方で工夫していることはありますか？5つほどシェアしていきます。
しっかりと噛むようにしています。摂食障害持ちとしてはしっかりと噛むとお腹がいっぱいになってしまって量が食べられないので、噛む回数が結構少なかったんですよね。一時期はダイエットのために毎回30回は噛んでいたんですけど、徐々に回数が少なくなっていきました。ただ乳がんになってからはよく噛んで時間をかけて食べるようにしています。その方がダイエット効果もあるので、食べるのが早い方は少し噛む回数を増やすだけで満腹感も得られて体重も減って肥満防止につながって再発のリスクを抑えられると思います。満腹になるまで食べないようにしています。私は今肝臓のための治療もしていて、なるべく肝臓に負担をかけないようにしたいので、必ず腹8分目で抑えていて、食べ終わったらすぐに洗い物ができるくらい少しだけ余裕を持つようにしています。寝る3時間前までに食事を終わらせる。肝臓への負担を減らすために寝る3時間前までに食べ終わるようにしています。食べてすぐに寝るとうまく消化されないですし、太って肥満につながる場合があって、そうすると再発の可能性が出てきます。私は夜は11時半には寝るようにしているので、8時半以降は何も食べないようにしています。夜中に過食をしてしまうときはその努力が帳消しになるんですけど、できるときにできることをしています。食事を楽しむようにしています。摂食障害持ちとしては食事を楽しむのって結構大変で、なかなか難しいんですよ。食事といい関係になったことがなくて、私の中ではほぼほぼ食べることイコール悪いことなんですけど、食べないと生きていけないですし、誰かと食べるときは楽しみたいので、自分で選んで食べたものは後悔しない。そう決めています。あと最近料理をまた始めてから食事が少しずつ楽しくなりました。本当に簡単なものしか作れませんけど、作ることで食べることと向き合えている気がするので、これからも続けたいと思います。暴飲暴食をしないようにしています。過食をしてしまう人間がいても説得力はないと思うんですけど、なるべく暴飲暴食をしないようにしています。食べたものはすべて写真を撮っていてフォルダにまとめています。それを精神看護師さんに見せているので、食べ過ぎた時は一緒に振り返ることができて、そのおかげか過食の回数はだいぶ減りました。私はすぐに太る体質で、肥満は乳がんの再発につながる原因の一つだとエビデンスがあるくらいなので、もう少し過食とうまく付き合いながら治療をしていきたいと思っています。世界的には閉経後の女性では肥満が乳がん発症リスクを高めることは確実で、血液中の女性ホルモンの増加が原因ではないかと考えられています。一方、閉経前の女性では世界的には肥満は乳がんのリスクを下げることが確実視されています。ただ、日本人を対象とした研究では、閉経前であっても肥満が乳がん発症リスクを高める可能性があることが示されていて、世界のデータと異なる結果となりました。いずれにしても肥満は様々な生活習慣病のリスクも確実に高めてしまうので、日常生活で太りすぎないように気をつけることはとても大切です。なので私は毎朝体重を測ってすべて記録をしています。ピーク時の体重と比べると今は7キロ痩せました。それでもまだ太っている方なので、これからも再発防止のためにもう少し体を絞りたいと思います。塩分は控えていますか？もともとそんなに塩分は取っていなくて、入院した時他の患者さんは病院食の味が薄いと言っていたんですけど、私は割としっかりと味がしたと思いました。そのくらい薄味で育ったので、サラダにもドレッシングはそんなにかけないですし、お寿司とかもお醤油はそんなに使わないです。控えているからといって食べるものの塩分をいちいち計算はしないです。乳製品や大豆食品は食べますか？先ほどお見せした写真でもわかるように、卵もチーズも納豆もお豆腐も食べます。大好きです。乳がんになったのは乳製品と大豆食品をずっと食べていたからだとか、再発防止のためには控えた方がいいとか、結構よく言われるんですけど、誰もそのエビデンスを見せてはくれないんですよね。というのもそんなエビデンスはないんですよ。ただ単によく言われていることなので、それを皆さん信じてしまっているんですよね。ある程度のエビデンスがあれば私も控えるかもしれないんですけど、癌になるとか再発しやすいとか、そういうきちんとした証拠はないので、さすがに3食毎回は極端なので食べないですけど、私は食べることを我慢しません。乳製品は乳がんの発症リスクを高めるという報告が昔はよくあったみたいなんですけど、最近の研究結果で乳製品全般を多く摂取している人は摂取の少ない人と比較して乳がん発症リスクが少し低くなることが示されました。ただ、牛乳に限っては明らかな傾向は認められませんでした。そしてどのような乳製品をどの程度摂取すれば発症リスクが低下するかということについては今のところまだ不明です。
大豆食品やイソフラボンに関しては乳がん発症リスクが低くなる可能性があるとされています。乳がんの多くはエストロゲンの作用で活発に増殖するので、大豆イソフラボンを多く摂取することで乳がん発症リスクが高くなるのではという心配もよく聞かれます。一方で大豆イソフラボンは乳がんの治療薬であるタモキシフェンと同じような構造をしていることも分かっていて、乳がんを予防する効果も期待されています。大豆食品をたくさん摂取することで乳がん発症リスクが低くなることが最近の研究でも分かっているそうです。アジア人を対象とした研究では、大豆食品を多く摂取する人は、そうでない人と比較して、乳がん発症リスクが少し低かったことが報告されています。日本人を対象とした研究でも、大豆食品やイソフラボンの摂取で、乳がん発症リスクが減る可能性があるとされています。ただ、まだ可能性の段階なので、あえてたくさんは摂取しなくていいと思います。ちなみにイソフラボンをサプリメントの形で服用した場合に乳がん発症リスクが低くなることは証明されていなくて、安全性も証明されていないので、イソフラボンは通常の大豆食品からの摂取を心がけるよう推奨されています。お肉や加工肉は食べますか？先ほどの写真でも見てわかるようにタンパク質と脂質のために食べます。大腸がんに関しては人に対して発がん性があると研究結果が出ているんですけど、日本人のお肉、加工肉の摂取量は世界的に見ても低くて、平均的摂取の範囲であれば、がんのリスクへの影響はほとんど考えにくいとされています。ただ、欧米でも多いとされる量の摂取であれば、リスクを上げる可能性は高いと言われています。なので私も食べますけど、毎日毎食は食べませんし、食べる時もすごい量を食べるわけではありません。甘いものやお菓子は食べますか？私は甘いものとお菓子が子供の頃から大好きで、これからもやめられそうにありませんし、やめるつもりもありません。糖分はがんの餌だと言われていますけど、糖分を多く摂取している方が全員がんになるかというと、必ずしもそうではないですし、糖分を控えている方が乳がんにならない。そういうわけでもないので、私は一切禁止とかにはしていないです。ただ食べるなら一袋丸々食べるのではなく半分にするとか、基本的には夕方前までに食べるとか、週1だけにするとか、ナッツやドライフルーツにするとか、それは心がけています。必ずしもそううまくはいかないですけど、意識するだけでも全然違うと思います。糖質制限はダイエットとしても有名ですし、私も昔やったことがあります。確かに体重は減るんですけど、糖質って生きるエネルギーになるので、制限してしまうと体力がなくなります。がんの治療には体力がいるので、糖質制限をするとかなり辛いです。基礎代謝力も極端に下がるのでおすすめはしません。研究でもがんに効くと有効性を示したものは一切ないので、世間で言われているほど注目はしなくていいと思います。がんを良くもしないし悪くもしないので、あえてやる必要はないと私は思います。朝から甘いものを食べてしまう時もありますし、間食も甘いものを食べてしまいます。それでまた食べちゃったとよく落ち込みます。でもですね、それでいいと思うんです。精神看護師さんにも言われたんですけど、また食べちゃったと思うということは、どこかに罪悪感があって、食べたいと思って食べたのにしっかりと満足ができていないらしいんですよ。なのでそれを繰り返すみたいです。言われてみるとそうだなと思って、数あるものの中から選んで食べたということは、それが好きで食べたいと思ったからだと思うんですよ。だったらそれを楽しまなきゃいけないと思うんですよね。過剰に摂取するのは良くないと思いますけど、今日は甘いものを食べたから、ちょっといつもより長くお散歩してみようとか、ちょっと筋トレをしてみようとか、信号待ちの間はお腹に力を入れてみようとか、そういう感覚でいいと思います。生ものは食べますか？抗がん剤治療中は白血球が減って感染がしやすくなるので、生ものはばい菌が多いため避けましょうと言われることもあると思います。私は生魚と生野菜は控えました。でも、お刺身もお寿司も生野菜も大好きなので、たまにならいいかなと思って食べると、毎回消化が悪かったので、半年ほど控えました。ただ、生ものを摂取したからといって、感染症が増えるというエビデンスは、実際はまだないんですよね。食べて体調が悪くなるなら控えた方がいいかもしれないんですけど、研究結果としては、白血病の患者さんが生ものを食べても、感染症にはかからなかったというデータもあります。もちろん野菜はしっかり洗うとか、果物も新鮮なものにした方がいいとは思いますけど、抗がん剤治療中の生ものはそこまで極端に控えなくてもいいのかなとは思います。オーガニックやビタミンは積極的に取り入れていますか？私は特に取り入れていません。
オーガニックに関しては高いからというのもあるんですけど、オーガニックがいいというエビデンスも実はちゃんとないので、悪いものではないと思いますけど、無理に全てをオーガニックに変えなくてもいいと思います。あと、ビタミン摂取として、人参とリンゴジュースがいいとよく聞くんですけど、これも癌に効くというエビデンスはないので、たまに飲む分にはいいとは思うんですけど、毎日何杯も飲む必要はないと思います。ビタミンはそもそも普通の食事に含まれているので、ちゃんと食べていれば別で摂取する必要はありません。逆に過剰に摂取すると乳がんのリスクを上げるビタミンもあるので、私は普段の食事から適量を取るようにしています。何事も過剰が良くないとされています。過剰に控えること、過剰に摂取すること。やりたい気持ちはわかるんですけど、普通でいいんですよ。食べれる時に食べたいものを適度に食べる。これでいいと私は思っています。食事制限をした方がいいというエビデンスは実は未だにないんですよね。私たち素人が目にすることとプロの医師が考えていることはだいぶ違うということです。じゃあどうしてこんなにも食事制限のことが取り上げられるかというと、不安を煽るからなんです。食事って誰もが必ず毎日するもので、気をつけようと思えば気をつけられるものなんですよね。だからこそ癌になった人は何かを過剰に控えたり、何かを過剰に摂取してしまうと思うんですけど、それは再発したくないという不安からで、その不安に世間はつけ込むんです。食事を含めた生活習慣が癌に影響するのは約3割と言われています。その3割のうち、食事という原因は半分も占めないんですよ。一番大きな原因は喫煙です。肥満は乳がん再発のリスクを高める。これはちゃんとしたエビデンスがあるので、何でもかんでもたくさん食べていい。そういうわけではないんですけど、私たちがん患者が一度は必ず陥る〇〇を控えないと、〇〇をたくさん取らないと、そういう考えは必要ないと思っています。もちろん〇〇を控えたから再発していませんとか、〇〇をたくさん摂取したから再発していません。そうおっしゃる方もいるとは思います。その人の中ではそれが正しいんだと思います。ただ、本当に食事のおかげかというと、エビデンス、証拠はないと思うので、あくまでも一つの経験談として聞いてもらえればと思います。がんは自分で簡単に何とかできる病気ではないので、過剰に特別なことをするのは逆に危険だと私は思っています。国立がん研究センターがホームページに記載しているように、まんべんなく、バランスよく、これを心がけるのがいいと思います。ただ、私が今言っていることも私が調べて得た知識なので、私の言うことだけを信じる必要はありません。下の概要欄にいくつかリンクを貼っておきますが、ご自身で調べて納得のいく食事をしてほしいです。私は癌になったからといって諦めなくてもいいものを諦めたくはありません。家族と外食をして好きなものを食べたいですし、友達の誕生日にはケーキを食べてお祝いしたいです。再発はもちろんしたくないですけど、根拠のない過剰なことはしたくないので、特別に何かをしているわけではありません。これが皆さんが聞きたかった答えかというと、もしかしたら違うかもしれないんですけど、これが私のリアルなので、何かの参考になれば嬉しいです。今後も乳がんについての質問に全力で答えていきますので、よければチャンネル登録をしてお待ちください。今回の動画が参考になった場合はぜひ高評価をよろしくお願いします。ご覧いただき本当にありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。それまではぜひこちらの動画をご覧ください。メグでした。バイバイ。